身がねギュッと先の部分を落として外側から、包丁を入れてはい、今日はこちらですね。これは本ミル貝、こっちが白ミル貝と、どちらもねミル貝と名前の付く貝なんですけれど、この2つの貝の違いを、紹介しようかと思いますので、まずはね、貝を剥いてから、いろいろお話ししようかと思います。貝の剥き方は、どちらもほぼほぼ一緒でして、貝柱がこことあとここね、普通はここと左右対称についてると思うんですけど、本ミルなんかの場合は水管の奥にねこうついているので、そこだけね注意して、貝を剥いてくださいと。他のね貝を剥くときなんかはこの水管の入り口から貝むきを入れたりだとか、背中からね、こう貝むきを当てて貝殻をずらしたりだとか、貝を剥くのにちょっとしたコツが必要なんですけれど、ミル貝ね、これ白ミルも本ミルもどちらもなぜかねこの貝殻を閉じることができない貝なので、開いた口から、貝むきを差し込めば簡単にね貝は剥くことできますので、難しいことはないかと思いますので、もう自然にねこの貝殻に、貝むきを沿わせて貝を剥いてくださいと。白ミルも同様にこの貝柱を外せば剥けるんですけれど、剥けばわかるんですけれど、白ミルってねほとんどがね海水なんですよ。だからこう貝むきを差し込むとかなりの量の水がねこう出てくるかと思うんですけれど、ミル貝って基本的にはねキロ単価でやり取りされるんですよ。貝を持ってこう測りに乗せて何グラムっていうので値段が決まるんですけれど、ミル貝の場合はねこれほとんどが海水っていうのも業者さんはね知ってるので、こうね乗せた目方よりもそのね海水分をざっくりとなんですけど差し引いて値段をつけておろしてくれるっていう業者さんが多いですかね。たまにねこの海水を含んだそのまんまの値段でこうね、測りに乗せてそのまんまの重さを書く業者さんもいるんですけれど、良心的なね業者さんだったら目方よりも差し引いて伝票をつけてくれる場合が多いですかね。こんな感じでね、貝殻外しましたら、続いてねこの内臓だとか紐だとかこの水管の部分だとか、パーツごとにばらしていきますと。ここまで来ましたら、肝を外して水管を湯に落としてと、本ミル貝白ミル貝という言い方をするんですけれど、正式な名称はねこちらがミルクイ、こちらが波貝と名前の示す通り、この2つの貝は形は似てるんですけれど別種の貝であると。湯に通す前にこの肝の周りにエラがついてますんで、このエラを軽くねこう包丁でこそげてから、湯に落としますと。そうだからねこの2つね別種の貝ではあるんですけれど、食べる部分も下処理の工程もほぼほぼ一緒なので、だからね同じミル貝という名前で流通しているんだとは思うんですけれど、水管と、肝とに分けることできましたら、湯に落としていきますと。で、湯に落とす際はね、これお塩を一つまみ加えてこのミル貝をくぐらせてと。でこういったね、沸騰した状態のところにまずは水管のねこの先の部分を落として、5秒ぐらい経ちましたら身全体を、湯に落としてと。この時のねポイントはね、これお湯に通す時間がね短すぎると、この後この硬い殻を剥いていくんですけれど、この殻がねうまく剥けないので身に火が入ってしまいそうで、そんなに長くお湯に入れていたくはないかもしれないんですけれど、ここはね結構思い切って、白ミルの場合だったらこうね表面がうっすらと白くなるぐらいまで、お湯に落として
それから氷水に取ってくださいと。本ミルの場合なんですけど、本ミルの場合はね、白ミルに比べてここの殻が厚くて、さらにねこのスイカの一番先に硬い殻があるんですよ。なのでこのね一番先端の硬い殻をこんな感じでね、手で剥いて、それからお湯に落とすと。本ミルの場合はね白ミルよりも若干長めにお湯に落とした方がこのねスイカのこの殻が綺麗に剥けますかね。肝の部分も湯通しするんですけれど、肝の部分はねこっちはね比較的時間は短めで、表面のねぬめりを取る程度に湯通しすればいいのかなと思いますんで、その辺ねなんとなく感覚で、時間をつかんでくださいと。このねスイカの皮を剥いていくんですけれど、この作業はね、非常に簡単で、まず白ミルの場合ね、白ミルの場合はこれね引っ張るだけで簡単にこの皮が剥けていきますと。こんな感じで、伸びはするんですけれど、もうこれはね引っ張るだけでこのスルスルスルっと皮が剥けますんで、こっちはねおそらく何の問題もないかとは思いますと。湯に通す際にしっかりとこのね皮に火が入っていないと、この作業の時になんかね皮が身にくっついて剥きづらかったりするので、そこだけね一つ火に落とす際の注意点ですかね。本ミルの場合はねこれ引っ張ってもこの皮を剥けなくて、こういった感じで、指でこまめに剥いていくと。この時にねこう爪を立ててね剥くとどうしてもこの身が傷ついてしまうので、なるべくね爪は立てずに親指の腹で優しく剥いていくと。で本ミルの場合もね、白ミルと同様で、湯に落とすね時間が短すぎるとこの時にこの皮がうまく剥けませんので、だから、湯にはしっかり落とすと。ミル貝はね貝の中では比較的珍しく、このね主食となる部分っていうのかな、メインとなる部分がこの水管の部分なんですよね。そうだからホタテとかね平貝だったらこの貝柱の部分をメインで食べるじゃないですか。ホッキだとかハマグリはここのねこっちの身の部分、青柳だとかもそうですよね、この肝の詰まった身の部分をメインで食べるとは思うんですけれど、ミル貝だけはねこの水管の部分をメインで食べるっていう、なんかね面白い食材ではあるのかなと。皮を剥くことができましたら、続いてねこちらの身の部分を処理していきますと。身の部分のね処理は簡単でして、湯に落とすとこの表面にぬめりが浮いてきているかと思うので、まずはねこのぬめりをきれいに洗い流してくださいと。ぬめりを洗い流しましたら、このね R の外側から、包丁を入れて貝を開きますと。貝を開いたらこのね黒い肝の部分ですよね、肝の部分を包丁でこそげると、簡単にね、この身から肝が外れますので、残った部分が、お刺身で食べる部分ですと。そうだからこうやって開くとねホッキ貝だとか青柳だとかとね同じような形になりますんで、この部分はお刺身で食べることができますと。ミル貝のね旬は他の貝類に漏れず、春に旬を迎える貝なんですけれど、白ミルも本ミルも産地はね同じようなところで取れる貝でして、産地としてね豊洲でよく見かけるのは愛知県産、あとは瀬戸内だとかたまに静岡なんていうのも入ってきたりするんですけれど、なんとなく印象としてはね愛知県産が圧倒的に流通量は多く感じますかね。見た目的にね白ミルはなんかどうしてもね外国の貝なイメージがあるんですけれど、しっかりとね国産の貝で、値段もなかなかにねいい値段のする貝ですと。ただね白ミルに関しては結構ね台湾だとかあっちの方でも取れたりするので、
外国産のね白ミルなんかはおそらくは安く取引されるとは思うんですけれど、これね、こっちは本ミルの肝の部分なんですけれど、白ミルの場合はね、この部分はね、身がほとんどないというか、ほぼほぼ全て肝というか、こうやって開くとわかるんですけれど、こうね、まだらにね、土みたいなのが入り込んでて、とてもね、気持ち悪いんですよね。で、これね、焼いて食べれるとは言うんですけれど、僕はね、これね、なんとなくね、この見た目のグロテスクさが苦手で、そう、だからね、あまり食べたくはないなと思ってしまうんですよね。もちろんね、好きな方はね、この部分焼いて食べると美味しいっておっしゃる方たくさんいるので、食べたいなと思ったら、召し上がってみてくださいと。続いてね、こちらの水管の部分を処理していくんですけれど、この部分はね、まずこの紐の部分を切り離してしまいますと。これね、水管をこういった形で真ん中から開きまして、この水管の中に砂だとかね、汚れが溜まっていると思うので、この部分を、きれいに掃除してと。あとね、この水管の一番先の部分は硬かったりするので、こういった形でね、削ぎ落としたりもしますかね。ミル貝の場合はね、結構生きがいい場合が多いので、こうやってね、包丁入れるとこうギュッ身が縮まるので、なかなかね、その身が動く中でこの真ん中にしっかりと包丁を入れるというのが、一つね、綺麗にさばくポイントになってきますかね。相変わらずね、貝の王様はアワビというところで落ち着いてるかとは思うんですけれど、貝類の女王様というのが最近はね、いろいろ乱立してきているなと。そう、僕がね、若い頃はね、このミル貝、本ミル貝がなんかね、貝の女王様っていうのが一般的だったと思うんですけれど、なんか最近はね、また事情が変わってきたのかなと。この水管の中を洗う際は結構ね、ぬめりが強いので、こういったね、たわしかなんかでざっくりとこすって、このぬめりと汚れを落とすのがいいのかなと思いますんで、こういった形で、たわしでこすった後に、流水できれいに洗い流すと。そう、ちなみに、これね、本ミル貝なんですけど、本ミルのね、このね、なんていうのかな、水管の始まりの部分に、このね、こういった玉みたいなね、ポコッと膨らみがあるんですよ。この膨らみはね、結構ね、磯臭かったりするので、僕はね、膨らみは取ってしまうんですけれど、人によってはね、これね、取らない方もいたりするので、その辺はね、好みで下処理してくださいと。紐の部分なんですけれど、こっちね、本ミルの紐はこの紐の周りに紐がさらについているので、このね、紐を指で取れば、下処理は完了と。こっちのね、白ミルの紐に関しては、これね、この表面にこのプニプニのね、なんとも食感の悪い部分が残っているので、この部分をこういった感じでね、包丁で削ぎ落として残った部分が可食部ですと。もちろんね、この部分もね、先ほどの肝と一緒で食べられるとは思うんですけれど、僕はね、これね、好きではないので、そう、だからこういった形でね、包丁で切り落としてしっかりと食感の残る部分だけを、食べますかね。ここまで来ましたら、あとは、切って食べるだけですと。切り方はどう切ってもいいと思うんですけれど、僕なんかはね、こんな感じで縦に包丁を入れて、でここからね、削いでいくっていう切り方をする場合が多いですかね。これ人によってはこう縦に切っていくなんて方もいますので、この辺はね、好みの切り方で、お刺身をお作りくださいと。貝類に関してはね、こう叩いてみて、しっかりと身がね、ギュッと
縮むものを、鮮度が良ければね、身が収縮しますんで、食べる直前にこう叩いてね、身を締めてから食べると、美味しく食べることできるんじゃないかなと。よかったら、食べる前に叩いてね、この動きを楽しんでみてくださいと。で、味についてね、ちょっとお話ししますと、白ミルは本ミルに比べて食感がね、硬めの、だからつぶ貝とかアワビに近いようなね、コリコリっとした食感が味わえるのが、白ミル貝ですと。で、本ミルに関しては食感はね、プニプニっとしたちょっと柔らかめの食感なんですけれど、甘みだとか風味がね、非常に強い貝なので、好みにもよると思うんですけれど、食べてね、美味しいという意見が多いのは、比較的ね、本ミルの方が多いかなと。つぶ貝だとかね、アワビが好きっていう方は、結構ね、白ミルを食べて美味しいっていう方も多かったりはすると思うんですけれど、名前と値段、本ミル貝っていう名前とね、白ミル貝っていう名前だったら、どうしてもね、本ミル貝の方が美味しそうに聞こえますし、あとはね、値段も、本ミル貝は白ミル貝に比べてね、倍近くするので、背景を踏まえると、どうしてもね、本ミル貝の方が美味しそうに感じるので、味というのは、意外と先入観で左右されたりもするんですけれど、白ミル貝はね、白ミル貝でとても美味しい貝なので、一度食べ比べをしてみると面白いのかなと思ったりしますんで、よかったら春のうちに一度ね、お試しくださいませと。本ミル貝と白ミル貝でございました。以上です。